春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、エネミーを配置します。その際に、出現演出をつけてみようと思います。エネミーに出現演出をつけてみた。ミニゲーム。その後、早速、作っていきましょう。1、エネミーアクターの作成。前回作成した BP エネミーカッコ仮や BPG スパイクは削除します。コンテンツブラウザ内の BP エネミー、仮も削除します。BPTTS キャラクターを複製します。名前を BP エネミーにします。ファイルを開きます。ビューポートに移動します。フォローカメラとカメラブームは不要なので削除します。プレイヤーと見分けができるようにメッシュを変更します。メッシュを選択します。詳細パネル、メッシュ、スケルタルメッシュアセットで変更します。イベントグラフに移動します。BP エネミーは操作しないので、テンプレートのインプット形は削除します。作成したアタックインプットも削除します。プレイヤーと見分けができるように HP ゲージカラーを変更します。EVHP ゲージカラーのゲージカラーを赤色にします。タグを追加します。セルフを選択します。詳細パネル、アクタ、タグズにエレメントを追加します。タグ名をエネミーにします。コンパイルして保存します。レベルに配置します。起動してみましょう。プレイヤーとエネミーの見分けがつきますね。エネミーに弾丸がヒットするとデストロイしましたね。2、エネミーにオートアタックを実装。エネミーがオートで攻撃するようにします。BP エネミーを開きます。カスタムイベント EV アタックタイマーを作成します。セットタイマー by ファンクションネームノードを配置します。カスタムイベント EV アタックタイマーにつなぎます。ファンクションネームを EV アタックにします。繰り返しの間隔にランダム性を持たせます。ランダムフロートインレンジノードを配置します。タイムにつなぎます。ミニマムを 1.0 にします。マックスを 2.0 にします。ルーピングを有効にします。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をアタックタイマーにします。説明するとアタックタイマーを停止します。デス処理に追加します。カスタムイベント EV デスのすぐ後に追加します。変数アタックタイマー、ゲットノードを配置します。変数アタックタイマー、ゲットノードより、クリア&インバリデートタイマー by ハンドルノードを配置します。EV デスにつなぎます。後ろの処理をつなぎます。このエネミーがレベルに読み込まれた後、1秒後に攻撃を開始するようにします。イベントビギンプレイノードに追加します。ディレイノードを配置します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。デュレーションを 1.0 にします。EV アタックタイマーを呼び出します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。ランダム性を確認したいので、BP エネミーを複製します。起動してみましょう。ランダムに攻撃が発射してますね。エネミーの向き、BP プレイヤーを開きます。エネミーの向きを常にプレイヤーの方向に向くようにして、弾丸を当てやすくします。タイマーを使って常にエネミーの向きをプレイヤー側に向くようにします。カスタムイベント EV ロックローテーションタイマーを作成します。セットタイマー by ファンクションネームノードを配置します。カスタムイベント EV ロックローテーションタイマーにつなぎます。ファンクションネームにこの後作成する EV ロックローテーションを記述します。繰り返しの間隔にランダム性を持たせます。ランダムフロートインレンジノードを配置します。タイムにつなぎます。ミニマムを 0.1 にします。マックスを 1.0 にします。ルーピングを有効にします。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をロックローテーションタイマーにします。このエネミーがレベルに読み込まれると、ロックローテーションタイマーが起動するようにします。イベントビギンプレイノードに追加します。
EV ロックローテーションタイマーを呼び出します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。エネミーの向きをプレイヤーに固定します。カスタムイベント EV ロックローテーションを作成します。プレイヤーがレベル上に存在しているかどうかを確認します。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードよりイズバリッドノードを配置します。カスタムイベント EV ロックローテーションにつなぎます。プレイヤーの方向を取得します。ゲットアクターロケーションノードを配置します。このノードはエネミーの位置です。ゲットプレイヤーポーンノードよりゲットアクターロケーションノードを配置します。このノードはプレイヤーの位置です。ハンドルックアットローテーションノードを配置します。ハンドルックアットローテーションノードはスタート位置からターゲット位置までの回転を取得します。エネミーの位置をスタートにつなぎます。プレイヤーの位置をターゲットにつなぎます。プレイヤーが存在している場合、取得した回転をエネミーアクターの回転に代入します。セットアクターローテーションノードを配置します。イズバリッドノードのイズバリッドピンにつなぎます。ニューローテーションピンにプレイヤーの方向を取得をつなぎます。プレイヤーが存在していない場合、タイマーを停止します。変数ロックローテーションタイマー、ゲットノードを配置します。変数ロックローテーションタイマー、ゲットノードよりクリア&インバリデートタイマーバイハンドルノードを配置します。イズバリッドノードのイズノットバリッドにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。常にプレイヤー側を向くようになりましたね。またプレイヤーに向かって発射されるようになりましたね。4、エネミー用弾丸の作成。プレイヤーの弾丸特別できるように黄色にします。NS プロジェクタイルを複製します。名前を NS プロジェクタイルエネミーにします。ファイルを開きます。パーティクルの更新、カラーを黄色にします。保存して閉じます。エネミー用の弾丸アクタを作成します。BT プロジェクタイルを複製します。名前を BT プロジェクタイルエネミーにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルよりナイアガラを選択します。詳細パネル、ナイアガラシステムアセットに NS プロジェクタイルエネミーをセットします。エネミーの弾丸スピードを遅くします。コンポーネントパネルよりプロジェクタイルムーブメントを選択します。詳細パネル、プロジェクタイル、イニシャルスピードを 300.0 にします。弾丸がプレイヤーにヒットするようにします。対象判定のタグ名をエネミーからプレイヤーに変更します。余ダメージでベースダメージを 10.0 にします。コンパイルして保存します。5、エネミーの攻撃処理。DT プロジェクタイルエネミーが発射するようにします。DT エネミーを開きます。EV の丸プロジェクタイルの処理を変更します。スポーンアクターフロムクラスノードのクラスを DT プロジェクタイルエネミーにします。一発だけ発射するのは味気ないので、2発発射するようにします。EV アタックに処理を追加します。ディレイノードを配置します。プレイアニムモンタージュノードにつなぎます。プレイアニムモンタージュノードを複製します。ディレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。6、プレイヤーにタグを追加。プレイヤーにエネミー用弾丸アクタが当たるようにタグを追加します。DTTTS キャラクターを開きます。詳細パネル、アクタ、タグズにエレメントを追加します。タグ名をプレイヤーにします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。ちゃんとプレイヤーにダメージが入ってますね。7、出現演出。エネミーがステージに出現した時の演出を作成します。出現した時、5マスぐらい前に進むようにします。レベルに配置したエネミーは削除します。7の1、エネミーの配置。エネミーを各レベルに配置します。レベル1を開きます。DT エネミーを配置します。詳細パネル、1を X1900、Y-250 にします。回転を Z180 にします。
BT エネミーを複製します。1を X2000、Y-50 にします。BT エネミーを複製します。1を X1500、Y50 にします。BT エネミーを複製します。1を X1900、Y150 にします。エネミーの5マスぐらい前に目印でトリガーボックスを配置します。アクタを配置パネルより、トリガーボックスを配置します。1を X1300、Y-150、Z0.0 にします。トリガーボックスを複製します。1を X1400、Y-50、Z0.0 にします。トリガーボックスを複製します。1を X900、Y-50、Z0.0 にします。トリガーボックスを複製します。1を X1400、Y150、Z0.0 にします。アウトライナーを整理します。エネミーとトリガーボックスをレベル1フォルダに格納します。7の2、ナビメッシュバウンズボリュームの配置。エネミーが動ける領域を指定します。マスターレベルを開きます。アクタを配置パネルより、ナビメッシュバウンズボリュームをパーシスタントレベルに配置します。1を X2000.0、Y0.0、Z0.0 にします。スケールを X25.0、Y8.0、Z5.0 にします。アウトライナーより、ナビメッシュバウンズボリュームとリキャストナビメッシュデフォルトをマスターレベルフォルダに移動します。7の3、AI ムーブ2処理。エネミーが指定位置に移動するようにします。BT エネミーを開きます。カスタムイベント EV ムーブを作成します。AI ムーブ2ノードを配置します。カスタムイベント EV ムーブにつなぎます。ポーンより、セルフを配置します。デスティネーション、行き先を右クリックして、件数へ昇格します。名前をロケーションにします。インスタンス編集可能を有効にします。アクセプタンスラディウス、受け入れ半径を 50.0 にします。7の4、AI ムーブ2の起動。このエネミーがレベルに読み込まれた時に、出現演出が起動するようにします。イベントビギンプレイノードに追加します。EV ムーブを呼び出します。イベントビギンプレイノードにつなぎます。コンパイルして保存します。7の5、ロケーションの指定。BT エネミーにロケーションを指定します。BT エネミーを選択します。詳細パネル、デフォルト、ロケーションにトリガーボックスの座標を記述します。Z、高さは90にします。ロケーションを X1300、Y-150、Z90 にします。BT エネミー2を選択します。ロケーションにトリガーボックス2の座標を記述します。ロケーションを X1400、Y-50、Z90 にします。BT エネミー3を選択します。ロケーションにトリガーボックス3の座標を記述します。ロケーションを X900、Y-50、Z90 にします。BT エネミー4を選択します。ロケーションにトリガーボックス4の座標を記述します。ロケーションを X1400、Y150、Z90 にします。起動してみましょう。エネミーの出現時に走ってくるようになりましたね。8、その他のレベル。その他のレベルにもエネミーを配置します。起動してみましょう。
出現演出を加えると緊張感が増しますね。エネミー出現時にプレイヤーへ向かって走るメリットは、緊張感とスリルの向上。突然の出現と同時にダッシュして接近することで、プレイヤーに即座に対応しなければならないという緊張感を与えます。プレイヤーの反応速度を試す要素として機能し、アクション性の強化につながります。敵の脅威を直感的に伝える。ゆっくり歩いてくる敵よりも、勢いよく走ってくる敵の方が危険だと感じやすい特性があります。視覚的にこの敵は攻撃的だという情報を伝えやすく、プレイヤーが適切な対応を考えるきっかけになります。プレイヤーに瞬時の判断を促す。近距離で接近することで、回避防御反撃などの選択を瞬時に迫る状況を作り出せます。反射的な操作を要求することで、スピード感のあるゲーム展開を演出できます。演出効果による迫力の向上。急接近する敵は勢いや攻撃的な性格を強調し、ゲームの演出面で迫力が増します。突然の出現とダッシュの組み合わせにより、ホラーゲームでは恐怖感を、アクションゲームでは緊迫感を強調できます。戦術の幅を広げる。走ってくる敵のパターンを利用し、プレイヤーが戦略的に行動できる要素を追加できます。例えば、特定の地点まで誘導して罠にかける。回避しながらカウンター攻撃を狙うなどの駆け引きが生まれます。ゲームテンポの維持、強化。ゲームの流れがスムーズに進み、ダイナミックな展開を作りやすくします。特にスピード感のあるゲームでは、敵の動きも素早くすることでテンポを保ち、プレイヤーを飽きさせないようにします。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。